マリサ聞いてちょうだい。どうした突然怒り出して？この前、デュエルしてたんだけど、止まらないコンボを食らって、こっちは何もできずに、負けてしまったのよ。ああ、それはもしかして、無限ループってやつかもな。無限ループ？それって遊戯がやってたやつよね？ああ、遊戯王には、カードの効果を組み合わせて、ずっと同じ動きを繰り返す、無限ループが存在しており、時には1ターンで勝負が決まるほど、強烈な戦法だぜ。確かにこれもエグいもんね。他にもあるのかしら？なら、今回は遊戯王の、無限ループについて解説していくぜ。1枚目に紹介するのは、フリントロックを使った無限ループだ。フリントロック？知らないカードね。フリントロックは、装備カードが装備されている時に、その装備カードを別のモンスターに、移動させることができるっていう、効果を持っているモンスターだ。装備カードを動かせる、効果を持っているってわけね。でも、ターン1制限があるわよ。ターン1制限があるのは、前半の効果であり、後半の装備を移動させる効果は、ターン1制限はないぜ。よく見たらそうね。でも、装備を入れ替えるだけで、どうやったら無限ループになるの？そこで、登場するのが、四季紅葉というカードだ。装備魔法が装備されるたびに、1000ライフ回復する効果？気づいたか？無限にライフが回復することに。何回も装備を入れ替えて、ライフを無限に回復するってこと？そういうわけだ。でも、どうやってやるの？この2枚だけじゃ無理よね。必要となるカードは、フリントロック2枚と、フリントという装備魔法1枚と、四季紅葉とビッグバンガールだ。あ、無限ループで回復に加えて、バーンダメージまで。その通り、回復するたびに、ビッグバンガールでバーンするわけだ。バーンダメージといえば、無限ループって感じよね。手順としては、1枚目のフリントロックに、フリントを装備させ、A のフリントロックの効果で、装備カードのフリントを、B のフリントロックに移す。この効果にターン1制限がないから、無限ループが成立してるわね。そこに、四季紅葉の装備時に、ライフを回復する効果と、ライフ回復時に相手に、バーンダメージを与える、ビッグバンガールの効果を、使って無限ループを起こして、相手のライフを消し飛ばすわけだ。これって、決着がつくけど、フリントロックとフリントだけで、永遠ループしてると、大会とかではどうなるの？そもそも大会の規定には、無限ループに関して、チェーンを誘発する無限ループや、目的のない無限ループは、巻き戻し処理の対象や、無限ループの強制終了などの、裁定を受ける可能性があるから、注意が必要だぜ。ルールとマナーを守ることが、重要ってわけね。大会で勝ちに行ってるのに、意味のない無限ループは、対戦相手に対しても、失礼に当たる行為だからな。2枚目に紹介するのは、原初の種を使った、無限ループ1キルだ。原初の種って、これも昔のカードね。原初の種の効果は自身の場に、この2枚のうちどちらかがいれば、除外状態のカード2枚を、手札に戻せる効果だな。除外を2枚用意する必要が、あるのが少し難しいわね。そんなことないぜ。この2枚はそれぞれ、召喚条件でモンスターを、2枚除外するからな。正規の方法で出した時点で、原初の種の発動条件を満たせるのね。除外を回収して、無限ループするってことは、マクロコスモスが、必要だったりする？ご明察だぜ。今回は例としてこのカードの、組み合わせを紹介するぜ。原初の種2枚と開闢の使者、マクロコスモスに火炎地獄って、今回もまたバーンダメージじゃない。無限ループにはバーンダメージは、付きまとうものだぜ。まずは、開闢の使者を出し、光と闇のモンスターを除外する。この時点で原初の種の、発動条件は満たしてるわね。マクロコスモスを発動して、火炎地獄を発動する。相手に1000ダメージ、自分に500ダメージね。当然、マクロコスモスの効果で、火炎地獄は墓地には行かず、ゲームから除外される。この時点で除外状態の、カードの枚数は3枚ね。ここで、A の原初の種を使用して、火炎地獄と任意のカードを回収する。レイム、今墓地には何枚カードがある？使った原初の種が除外されるから、合計枚数は2枚ね。正解だ。再び、回収した火炎地獄を使い、バーンダメージを相手に与え、火炎地獄はゲームから除外。B の原初の種を使用して、除外状態の A の原初の種と、火炎地獄を回収する。原初の種と火炎地獄が、また手札に揃ってる。これを繰り返せば、バーンダメージで決着がつくぜ。ちなみに、これ他のカードでも、成立するの？リミッター解除を使えば、とてつもない攻撃力になるし、魔法カードを回収する点から、ゼロ式魔導粉砕機のコストなど、結構色々なコンボに使用できるぜ。余談となるが原初の種は、除外状態のカードの、裏表問わずに回収できる、唯一のカードなんだぜ。確かに、除外状態のカードって、書かれているわね。まあ、発動条件があれだから、他のデッキへの出張は難しいけどな。3枚目に紹介するのは、レッドアイズフレアメタルドラゴン無限ループだ。注目するのは2つ目の効果だ。エクシーズ素材を持っていると、
相手が魔法、罠、モンスター効果を発動するたびに相手に500ポイントのダメージを与える。3枚続けて無限ループの行き着く先はバーンダメージなのね。こればっかりは、無限ループとバーンダメージは友達だから仕方ないぜ。でも、バーンダメージ与える効果の発動条件が相手依存なのに、どうやって無限ループさせるのよ。そこで登場するのが、魔王ユーベイルゼだ。戦闘効果で相手からダメージを受けたら、その数値分攻撃力が上がるのね。つまり、このカードをゴリラに。違うぜ。そもそも、相手からダメージを受けることで攻撃力が上がるから、レッドアイズフレアメタルドラゴンの効果で、相手にダメージ与えても、魔王ユーベイルゼの攻撃力は上がらないだろ。あ、そっか。じゃあ、どうするのよ。今回必要なカードは、レッドアイズフレアメタルドラゴンと、魔王ユーベイルゼの2枚だけだ。と言っても、レッドアイズフレアメタルドラゴンと、魔王ユーベイルゼを出すカードは、別途必要になってくるが、今回は省略するぜ。それで、どうやるのよ。簡単な話だ。レッドアイズフレアメタルドラゴンをエクシーズ召喚し、魔王ユーベイルゼを相手の場に送りつければ準備完了だ。それだけ？ああ、それだけだ。まあ、2枚だけと思うと楽だが、実際には素材を用意したりするから、めんどくさいことには変わりないぜ。自分の場にレッドアイズフレアメタルドラゴン、相手の場に魔王ユーベイルゼ。これでどうやって、無限ループになるの？この状態で、相手が何らかの効果を使用した瞬間に、レッドアイズフレアメタルドラゴンの効果が発動し、相手に500ポイントのダメージがいく。このバーンダメージに対して、魔王ユーベイルゼの効果が発動し、攻撃力が上昇する。あれ、これって、ベイルゼの効果に反応して、すると、魔王ユーベイルゼの効果に対して再び、レッドアイズフレアメタルドラゴンの効果が発動し、バーンダメージと、これを永遠に繰り返すことになる。たった、5つの効果で発動で、命が尽きるの。まあ、途中でカードの発動を無効にする効果使われたら終わりだけどな。それでもすごい無限ループね。ちなみに魔王ユーベイルゼの代わりに、効果無効化効果破壊耐性を付与した、ジェルエンデュオでも、同じループを発生させられるぜ。4枚目に紹介するのは、ギガンテックファイターの無限ループだ。ギガンティクファイターって、シンクロモンスターのやつよね。そうだぜ。注目するのは破壊時の効果だ。戦闘破壊されて墓地に行くと、自分か相手の墓地の戦士族モンスターを蘇生するのね。これ、もしかして、自分も対象？その通り、自分も蘇生対象だぜ。もう嫌な予感がするのだけれど、ギガンテックファイターと、レインボーライフを組み合わせると、無限にライフが回復することになる。ということは、自爆特攻するのね。そういうことだ。ギガンテックファイターで、自爆特攻して、戦闘ダメージを、レインボーライフで回復するのね。よかったわ。今回はバーンダメージじゃなくて、それはどうかな？この2枚にアームズエイドを加えることでバーンダメージによる無限ループキルが発生するぜ。やっぱりそうなるのね。そんな気はしてたけど、必要なカードは、ギガンテックファイターと、レインボーライフ、そして、アームズエイドだ。どうやってやるの？さっきも説明した通り、ギガンテックファイターで、自爆特攻を行い、レインボーライフで回復する。これは同じだが、相手の場の買い獣に対して、アームズエイドを装備させ、ギガンテックファイターで、自爆特攻を仕掛けていけば、バーンダメージが相手に通るわけだ。相手に装備してるのに、相手がダメージ受けるの？装備モンスターは相手でも、アームズエイドを、コントロールしてるは自分だからな。そういう最低になるのね。ギガンテックファイターでの、自爆特攻と自己蘇生に加えて、アームズエイドでのバーンダメージ、そしてレインボーライフで回復。これが相手のライフが尽きるまで、繰り返していくぜ。これはギガンテックファイターが、過労で倒れてしまうわ。とまあ、昔は、できていたコンボだな。昔はできていた？現在はアームズエイドの、バーンダメージの効果は、強制効果のため、ギガンテックファイターより先に、効果を発動するようになっている。アームズエイドのバーンダメージ、ギガンテックファイターの蘇生効果の、順番で発動するのね。そうなると、逆順処理によって、先にギガンテックファイターが、墓地から蘇生され、アームズエイドの効果は、対象が不在のため不発になるわけだ。なるほどね。墓地にギガンテックファイターが、2枚いればいいってわけね。これ以上酷使してやるな。5枚目に紹介するのは、暗黒のマンティコアを使用した、無限蘇生コンボだ。暗黒のマンティコアの効果って、名称していないから、暗黒のマンティコア同士で、蘇生できるわよね。その通りだ。自分の手札もコストの範囲だから、2枚あれば成立するぜ。しかも、墓地に送る方法は、何でもいいからな。エンドフェーズ時のみの効果なのは、注意が必要ね。でも、ただ単に蘇生し合うだけじゃ、意味ないんじゃないの？何のカードかしら？デーモンイーター？もう1枚はバックファイア？そっと、バーンダメージカードを、渡してくるんじゃないわよ。気に入ってくれたか？そんなわけないでしょ。とまあ、その3枚を使えば、バーンダメージで、相手のライフを削り切れるぜ。また、バーンじゃない。暗黒のマンティコアを、何らかの方法で墓地に送り、蘇生時のコストで、デーモンイーターを墓地に送る。墓地のデーモンイーターの効果で、上の暗黒のマンティコアをコストに、デーモンイーターを蘇生する。ここで、バックファイアの効果で、相手にバーンダメージ。これを永遠にループするのね。まあ、屋敷わらしで、ゲームオーバーだけどな。
6枚目に紹介するのは、深淵の暗殺者のカードだ。先に言っておくと、このカードは制限指定を受け、エラッタを受けて復帰しているぜ。なら、エラッタ前の効果で、無限ループが発生していたのね。エラッタ前はどういう効果なの？ 2 つ目のリバースモンスターを、サルベージする効果が、自身を対象にしてもよかったんだ。ってことは、コストとして、このカードを墓地に送ったら、そのまま手札に戻ってくるの？そういうことだ。この辺のカードはノーコストだな。あと、スナイプストーカーの場合、普通は運ゲーになるが、コストは深淵の暗殺者で、無限に供給できるから、実質無限破壊をすることができたな。あの人もびっくりの、イカ様行為ね。7枚目に紹介するのは、ファイアウォールドラゴンを使用した、無限ループによるバーンだ。もう、無限ループからの、バーンはお腹いっぱいよ。でも、このカード、遊戯王でも歴史に残ると思うぜ。どうしてなの？なんたって、ファイアウォールドラゴンは、遊戯王ブレインズの主人公である、藤木優作のエースカードであり、主人公のエースカードでありながら、禁止カードに指定されたからな。主人公のエースカードが禁止。そりゃ、遊戯王 OCG で、無限ループバーンダメージに、関わってしまったら、重い処罰は免れないからな。あと、注意点といて、今回紹介する、ファイアウォールドラゴンの効果は、現在のエラッタされた効果ではなく、エラッタ前の効果で解説するぜ。了解したわ。そんな禁止とエラッタされた、ファイアウォールドラゴンの、エラッタ前の効果がこれだ。もう、効果見ただけで察したわ。1つ目の効果は同盟カードに、制限がないし、2つ目の効果に関しては、ターン1制限がないから、これは無限ループ製造機ね。さすがに、ここまで見てれば、この効果のヤバさには気づけたか。例夢の言う通り、ファイアウォールドラゴンの、エラッタ前の効果は、制限が緩すぎるんたんだ。結果的に無限ループの、申し子的になってしまったのね。中でも有名な無限ループが、アーリーアサルトコアと、キャノンソルジャーとのコンボだ。キャノンソルジャーってことは、無限に射出していく感じ？その通りだぜ。この無限ループに必要なのは、ファイアーウォールドラゴン、アーリーアサルトコア2枚、キャノンソルジャーだ。これで無限ループが完成するのね。流れとしては、自分の場にファイアーウォールドラゴン、キャノンソルジャー、アーリーアサルトコア、そして墓地に、もう1枚のアーリーアサルトコアを、準備すれば無限ループ完成だ。どうやって回せばいいのかしら？キャノンソルジャーで、上のアーリーアサルトコアを射出する。そして、墓地に送られた、アーリーアサルトコアの効果で、もともと墓地にいた、アーリーアサルトコアを回収する。他のユニオンモンスターを、回収する効果ね。それと、同時に場の、ファイアーウォールドラゴンの、リンク先の効果が発動し、回収したアーリーアサルトコアが、場に特殊召喚され、再び射出されることで、射出、回収、特殊召喚の、無限ループが発生するわけだ。見事に無限ループが成立してるわね。まあ、これ以外にも、ファイアーウォールドラゴンは、複数の無限ループに関与しており、禁止カードに指定され、キャノンソルジャーも、禁止カードに放り込まれているぜ。射出系の効果って、軒並み禁止カードよね？射出系のカードは、無限ループやワンキルに繋がるから、運営側も厳しく、規制をかけているんだろうな。でも、どうせ、射出系の無限ループは、出てくるんでしょうね。8枚目に紹介するのは、サクリファイス、ロータスを使った、無限ループだ。自分の場に魔法、罠がないと、エンドフェーズに自己蘇生するのね。その効果を使った無限ループで、オートラワン風などの、特殊召喚されたモンスターを、破壊する効果を使えば、サクリファイス、ロータスが、復活すると破壊され、また復活という、無限ループが完成する。でも、それだけで終わらないでしょ？この復活と破壊のループに、アーリー、ジェネクス、ベルフレームを混ぜ、凄まじい攻撃力と、戦闘破壊時にバーンダメージという、コンボが完成するぜ。復活と破壊をするたびに、カウンターが乗って、攻撃力が上がっていくのね。でも、これって、要は戦闘破壊しなければいいんでしょ？そういうことになるが、カウンターが大量に乗った、ベルフレームを対処できずに、ターンを回した時点で、結構なピンチになるぜ。これは、買い獣の出番ね。当時はそんな優秀な、除去効果を持ったモンスターはいなかったからな。9枚目に紹介するのは、血の代償を使った無限ループだ。血の代償って、ライフをコストにモンスターを出す効果のカードよね。その効果にターン1制限がないから、アテナとオネストと組み合わせ、無限ループによる、バーンダメージで勝利するコンボだ。手順としては、アテナが場にいる状態で、血の代償の効果を発動し、手札からオネストを召喚する。この時点でバーンダメージが、発生するわね。場のオネストの効果で、自身を手札に戻す。再び血の代償の効果で、オネストを召喚する。ライフが続く限りは、このループは止まらないわね。でも、これって、自分のライフが相手よりも、500少なかったら、ライフの数値にもよるけど、相手のライフを削り切る前に、自分のライフが尽きるじゃない？良いところに気づいたな。それをカバーしたコンボもあるぜ。必要なカードは、血の代償とキャノンソルジャー、そして、暗黒プテラと、謎の区別師のカードだ。また、キャノンソルジャー。血の代償でブラックプテラを召喚し、キャノンソルジャーで射出する。500ポイントのコストは、謎の区別師の効果で、回復することができるため、ノーコストで召喚と射出を繰り返すぜ。ブラックプテラはどうやって、リクルートするの？ブラックプテラは戦闘破壊以外で、場から墓地に行くと、手札に戻すことができるぞ。これは、代償がなくなっているわね。まあ、血の代償も、キャノンソルジャーも、現在は漏れなく禁止カードだけどな。
10枚目に紹介するのは、蝶の探検エルマを使用した無限ループだ。蝶の探検エルマって、装備カードのやつよね。その通り、破壊時に墓地から、手札に戻すことができる装備カードだ。まさに蝶のように、場と墓地と手札を舞うのね。そんな蝶の探検エルマは、鉄の騎士ギア、フリードと、組み合わせて、王立魔法図書館の魔法カウンターを、無限に貯めるコンボが完成する。カウンターを無限に貯めるのね。鉄の騎士ギア、フリードに、蝶の探検エルマを装備させて、鉄の騎士ギア、フリードの効果で、蝶の探検エルマを破壊死する。この時点で王立魔法図書館に、カウンターが5つ乗り、破壊された蝶の探検エルマは、自身の効果で手札に戻る。再び、鉄の騎士ギア、フリードに、装備させてを繰り返すわけね。そういうことだ。実質的な無限ドローだな。もしかして、この無限ループ、エクゾディアを揃えたり、まさに図書館エクゾの、5つのデッキ構築になっているぜ。他にも、魔法吸収と、ビッグバンガールと組み合わせ、無限ライフ回復とバーンで、相手のライフを焼き切ることもできる。まあ、蝶の探検エルマも、現在は禁止カードだけどな。あれ、それって、このカードの効果、そっとしておいてやるんだぜ。11枚目に紹介するのは、デスティニーヒーローディパーテッドガイを使った、無限ループだ。自分のエンドフェーズに、墓地にいたら相手の場に特殊召喚って、珍しい効果をしているわね。相手の場に出すことで、どうやって無限ループになるの？自身の場にオートラワン風や、オシリスの天空竜がいる場合に、デスティニーヒーローディパーテッドガイが、効果で相手の場に出るとどうなる？特殊召喚に応じて効果が発動して、破壊されるわね。破壊されて墓地に行って、相手の場に再び特殊召喚。それの繰り返しが発生するな。ライフも変動せず、ドローすることもなく、特殊召喚と破壊が、永遠に繰り返されるわけだ。これって、どうやって止めるのよ？そもそも、現在はこのループに、入ることができないようになっている。ああ、禁止カードになってるとか？そうではなく、オートラワン風やオシリスが、場にいる状態では、デスティニーヒーローディパーテッドガイの効果は、発動しないという、最低になっているんだ。確かに、意味のない無限ループは、遅延行為になるものね。12枚目に紹介するのは、カオスポットを使用した無限ループだ。カオスポットって、リバースモンスターよね？リバース時に場のモンスターを、すべてデッキに戻した枚数と同じ数の、モンスターが出るまで、デッキをめくり、レベル4以下のモンスターを、すべて裏側守備で出す効果だな。リバース時の効果を利用した、無限ループってことかしら？そういうことだ。必要なカードはカオスポットと、リバース時に相手に、ダメージを与えるポイズンマミー、特殊召喚したモンスターを、表側攻撃表示にする、召喚制限×突するモンスターの、合計3枚だ。リバースでも結局、バーンダメージなのね。このデッキのモンスターは、カオスポット3枚とポイズンマミーのみだ。それだけと言いたいけど、もはや察してきたわ。場にカオスポットと、ポイズンマミーを裏側で並べ、召喚制限も突するモンスターを、発動しカオスポットをリバースする。カオスポットの効果で、場のモンスターをデッキに戻す。でも、デッキのモンスターは、カオスポットと、ポイズンマミーだけだから、必ずカオスポットが出てくるわよね。その通り。しかもカオスポットの効果は、裏側守備での特殊召喚のため、召喚制限の効果により、強制的に表側攻撃表示になる。強制的に表側攻撃表示になるから、リバース効果が発動して、無限ループの中、ポイズンマミーでライフが削れる。本当によく考えられているわね。ポイズンマミーの代わりに、ニードルワームでもいいの？もちろん可能で、その場合はライブラリーアウトだな。でも、何らかの効果で、ポイズンマミーやニードルワームが、墓地に落ちた場合って、召喚制限とカオスポットで、永久的にループするじゃない？その場合ってどうするのよ？大会などではジャッジに、無限ループが起きていることで、デュエルが進行しないことを証明し、申告すれば、カオスポットの効果処理を、行わないという裁定になるぜ。ちゃんと対策はあるのね。ただ、この裁定も、少し厄介なんだ。というと？何を基準として無限ループが、起きているかを証明するかなんだ。いまいちわからないわね。要は、デッキの中に、カオスポットのみか、カオスポットの効果で、出せないモンスターのみになるか、これを証明しなければならない。そうね。だが、デッキは非公開情報のため、デッキ内のカードを証明する、方法がないんだ。確かにそれはそうね。相手のライフにダメージを与えたり、デッキを削ることができる場合は、無限ループを継続できるが、できない場合は、ジャッジの判断を聞くことが重要だな。聞かれたジャッジも、困惑しそうね。13枚目に紹介するのは、サイバーブレイダーの無限ループだ。相手の場のモンスターの数によって、効果が変動するのね。今回注目してほしいのは、3体の時の効果だ。相手の発動したカードの効果は、無効化されるってやつね。その効果は実はエラッタされており、エラッタ前の効果はこれだ。エラッタ前は効果を無効にするけど、エラッタ後は発動を無効にするのね。つまり、エラッタ後は、すでに発動している効果は、止めることができないってことね。そういうことだ。エラッタ前の効果で、どんな無限ループになるの？相手の場に堕落を装備した、モンスターを含めて3体いる場合に、サイバーブレイダーを出すと、堕落の効果が無効になり、コントロールがこちら側に戻る。すると、相手の場のモン
ンスターは、何体になる？コントロールが戻るから、2体ね、あれ？そう、相手の場のモンスターが、2体に減少したことで、サイバーブレイダーの効果が、無効効果ではなくなる。すると、堕落の効果が、再び有効になり、相手にコントロールが移る。まさに無限ループが起きるわけね。現在はエラッタされたことにより、この無限ループは発生しないから、安心してくれなんだぜ。14枚目に紹介するのは、人造人間サイコショッカーだ。サイコショッカーってことは、トラップ関係ね。ご明察、電脳増幅器というトラップカードだ。人造人間サイコショッカー専用の、装備カードで、トラップ封殺の効果を、相手にのみ押し付ける効果なのね。このカードも実は、エラッタされており、エラッタ前は、このカードの発動と効果は、無効にされない、という、部分がなかったんだ。ということは、現在は、この無限ループは起きないのね。現在は起こらないから、安心してくれなんだぜ。そして、この無限ループも、終わりが来ない無限ループだ。終わりがなき、サイコショッカーの悪夢。自身の場のサイコショッカーに、電脳増幅装置を装備させ、応急の直命を発動する。電脳増幅装置の効果で、自分は罠を発動できるから、応急の直命の効果は適用されるわね。応急の直命の効果が、適用されたことにより、電脳増幅装置の効果は、無効になるな。電脳増幅装置が無効になるから、サイコショッカーの効果も復活し、応急の直命の効果が無効化される？その通り、これにより、電脳増幅装置の効果が復活し、無限ループになるってわけだ。サイコショッカー壊れちゃうわよ。最後に紹介するのは、ボールポジションのカードだ。場の攻撃力の一番高いモンスターは、魔法の効果を受けなくなるのね。至ってシンプルな効果なのに、無限ループになるの？シンプルだからこそ、無限ループになるんだぜ。例を挙げて説明するぜ。レイムの場にカースオブドラゴン、私の場にエルフの剣士がいるとする。この場合、ボールポジションの効果は、カースオブドラゴンに、適用されるわね。その状態で私がエルフの剣士に、デーモンの斧を装備させる。攻撃力が1000上がって、2400になるから、ボールポジションの効果は、エルフの剣士に移るわね。あれ？じゃあ、魔法の効果を受けないから、デーモンの斧の攻撃力アップは、どうなるの？もちろん受けれないから、元の攻撃力に戻るぜ。無限ループになってる。その通り、ポジションの効果の、対象が無限に入れ替わるわけだ。こういう時は、コナミの最低を見ればいいのよね。解決になってないわよ。とまあ、運営も解決できていない、無限ループってわけだ。さて、ここまで様々なカードを、紹介してきたがどうだった？ほとんどの無限ループの、行き着く先がバーンだったわね。まあ、無限ループとバーンは、仲良し小良しってことだな。今回紹介した無限ループ以外にも、無限ループはあるから、機会があれば紹介していくぜ。次はバーン以外でお願いするわ。